アシアンモデリングへようこそ。今回は RG ガンダムエピオンをパール塗料やメタリック塗料でテッカテッカのピッカピッカに仕上げていきます。リアルグレードならではのお手軽ランナー塗装の方法も紹介しますので、最後までご視聴ください。まずは製作するキットを見ていきましょう。ガンダムタイプでありながら敵側の機体ということで、なかなかまがまがしい感じが出ております。モビルアーマー形態への変形の他に、アドバンスド MS ジョイントで作られたヒートロッドや巨大なビームサベル、背中のウイングなど見どころいっぱいのキットになってます。それでは中のパーツの方を確認していきましょう。今回ランナーは全部で14枚でした。やっぱり RG はパーツが多いですし、何より一つ一つが小さいですね。破損させてしまったり紛失してしまわないよう細心の注意が必要です。パーツの色分けが完璧なのは言うまでもありませんが、それぞれのパーツにびっしりとディティールが彫り込まれており、めちゃくちゃかっこいいです。正直言って塗装しなくても墨入れだけでめちゃくちゃかっこよく仕上がると思います。ただ苦労して塗装したらさらにかっこよくなるので、今回も塗装で仕上げていきます。発売前の情報公開からアドバンス MS ジョイントによる一体成形で話題のヒートロッド、どんな感じに稼働するのか楽しみですね。シールの他にはビームサーベル用にリード線が付属しています。パーツ全体の量としては重火器系の武装がない分少なめな感じがしますね。内容物の確認ができたので、ランナー塗装をするための準備を始めていきます。まずはランナーを何分割かに切り分けて小さくしていきます。こうすることで取り回しが良くなり、ランナーのままで塗装しやすかったり、乾燥ブースに入るようになります。ただしランナーを分割することで塗装の回数が増えたり、管理が煩雑になってしまうなどデメリットもあるので、自身の制作環境に合わせて調整してみてください。次に各パーツをよく見て、アンダーゲートになっている箇所と通常のゲートになっている箇所を探します。アンダーゲートになっている箇所はそのまま塗装しても仕上がりが目立つことがないので、今回はそのままにしておきますが、通常のゲートについてはカットしていきます。そうすることで塗装後にゲート跡が目立ちにくくなります。またゲートが目立つ箇所にあるパーツについては、この時点で完全にランナーから切り離して、通常の製作と同じようにヤスリをかけてゲート跡を処理していきます。今回の目玉であるヒートロッドについてもゲートが目立つ位置にあるので事前に切り出しておきます。パーツが切り出せたらゆっくりと稼働させて破損や不備がないか確認しておきます。各関節が回転しつつ曲がるので様々な表情がつけられるようになってました。完全にランナーから切り出したパーツがこちらになります。通常の製作でね、全部切り出すこと比べると全然少ない量なんで、ヤスリがけとかゲート処理も簡単に終わるんじゃないかと思います。それではゲート処理するパーツにヤスリがけをしていきたいと思います。先ほど紹介したゲート跡が目立ちそうなパーツの他にも、成型色以外で塗装したいなっていうパーツもいくつかあったので、そちらもゲート処理の方をしていきます。ゲート処理の方法自体は通常の製作と同じで、400番、600番、800番の紙ヤスリやスポンジヤスリを使っていきます。普段の製作であればこの工程にかなり時間を取られてます。それこそもう全工程でいくと一番時間がかかってるんじゃないかなっていうぐらい時間かかる工程なんですけども、今回は多くのパーツがランナーのまま塗装するということなので、この工程今回はかなり短く終えることができました。動画でも使っているようなペンサンダーなどの電動ツールもあれば、手でやるよりもさらに時短できますし、おすすめなんで試してみてください。塗装前の準備が全てできましたので、いよいよ塗装に入っていきます。普段の製作であればゲート処理や合わせ目処理の後にですね、パーツを洗浄するっていう工程をいつも入ってるんですけど、今回はランナーのままのパーツに関しては超音波洗浄機を使ったような洗浄できないので、塗装前にねブラシをかけてホコリをなるべく取ってっていう状態で塗装の方に入っていってます。まずはバーニアや関節部、もしくはアクセント的に目立たせたい箇所ですね、そういった箇所にメタリック塗装をしていきます。
下地にはガイアノーツのサーフェイサーエボブラックを使って黒色の下地を作っていってます。関節部についてはクレオスのグラファイトブラックで塗装しました。成型色で黄色になっていたパーツについてはクレオスのスーパーリッチゴールド、そしてその上からクレオスのトパーズゴールドでコートしたもので仕上げてます。バーニアについてはクレオスのスーパージュラルミンを使ってます。続いては外装のパーツにパール塗料で塗装を行っていきます。使用する塗料はこのチャンネルではもうおなじみになってきていますクレオスのクリスタルカラーシーズを使っていきます。今回の制作ではパーツの成型色ごとに色を変えて塗装していきました。パール塗料で塗装する時のコツとしてはですね、パール塗料をそのまま希釈して塗装するんじゃなくて無色のクリア塗料ですね、こちらと混ぜて塗っていくとパールでの色の変化っていうのが少しずつなのでコントロールしやすくていいんじゃないかなと思います。まずは白色の外装のパーツですね。こちらに関してはクレオスのムーンストーンパールを使って塗装しています。続いてはこちらの紺色といいますかネイビー色のパーツですね。こちらに関してはクレオスのサファイアブルーに少量のアメジストパープルを混ぜたものを使って塗装しています。こうすることで光を当てた時の感じが青色メインなんですけども、ややちょっと紫がかった感じのね、ちょっと光り方にグラデーションがかかるような感じになって綺麗に仕上がるので、今回はこういう調色の仕方で塗装してみました。最後に赤色の外装のパーツですね。こちら赤色の系統でも2色あるんですけども同じ色を使ってます。使ったのはクレオスのルビーレッド、それに少量のアメジストパープルを混ぜたもので塗装しました。先ほどのネイビー色と同じで基本のね赤色の方がまず見えてくるんですけども、光の当たり加減でちょっと紫っぽくも見えるっていうのでね、光のグラデーションというかマジョーラっぽい感じですかね、そんな感じに見えて綺麗になるんじゃないかなと思って今回この方法で塗装しました。またネイビーのパーツと赤色のパーツでねそれぞれ同じ塗料がちょっとずつ混ざってるんで全体的な仕上がりとかトーンがあって落ち着くんじゃないかなとも思ってます。次にタミヤの墨入れ用エナメル塗料で墨入れを行っていきます。リアルグレードは非常に細かくディティールモールドが造形されており、それらを際立たせるためにも墨入れは作品のクオリティアップに非常に有効な手段です。全てのパーツを塗装までするのは大変だなっていう方も墨入れはぜひともやってほしいかなと、それぐらい仕上がりに差が出ます。また墨入れする際のちょっとしたコツというかテクニックなんですけども、パーツの色に応じて墨入れ塗料の色を変えてあげるとより自然にね影が落ちたような感じに仕上がるのでかなりおすすめです。今回の制作では関節のグレー部分、そして外装のネイビー部分にはブラックの墨入れ塗料、ゴールドの外装とレッドの外装にはダークブラウンの墨入れ塗料、そして外装ホワイト部分にはダークグレーの墨入れ塗料をそれぞれ使用しています。使用した塗料はいずれもタミヤの墨入れ用塗料です。あらかじめ塗料が希釈されていますし、蓋の部分にね筆がついていて一体型となっているので楽に墨入れができるようになっているのでおすすめです。続いて皆さん大好きなデカール貼りのお時間です。今回の RG ガンダムエピオンは制作時の段階では専用のガンダムデカールが販売されていなかったので、今回は市販品のデカールを貼ることにしました。使用したデカールは配給パーツから出ているコーションデカールです。バンダイのガンダムデカールと比べるとデカール自体が薄くてですね、余白部分も少ないので貼っているのに貼ったことがいい意味で目立ちにくい、そんないい感じのデカールになってます。貼る際の注意なんですけども、パーツのモールドをまたぐときや角に追従してデカールを貼るときはクレオスのマークソフターを使ってデカールを軟化させて貼り付けます。ただしつけすぎてしまうとデカールが破れたり塗装面を侵してしまうことがあるのでつけすぎには注意しましょう。デカールが貼れたらいよいよ全てのパーツをランナーから切り出していきます。基本的には通常の製作と同じようにまずはパーツから離れた場所を切って次にパーツの近くで切る二度切りをするのですが、失敗してしまうと塗装面を傷つけたりして余計にゲート跡が目立ってしまうのでいつも以上に慎重に行いましょう。
またパーツの傷以外にもパーツの発火も目立つので、ここも要注意です。これは太めのゲートを一気に切った時などに起こりやすいので、こういう場合はゲートをね何回かに分けて細かく切ることで発火が起こりにくくなるので試してみてください。デカールが完全に乾燥したらクリア塗料でオーバーコートをしてデカールが貼っている面を保護していきます。まずはパーツとエアブラシの距離を離して砂吹き状態で3層ほど塗装します。その後光沢が出るように通常の距離で3層塗装しました。いきなり通常の距離で塗装してしまうとデカールが割れたりとか、あとは縮んじゃったりとかね、いろんなトラブルが発生するので注意しましょう。光沢を出していく時のコツとしては、塗装した表面の濡れ感に注意しながら塗料を吹き付けていくといいと思います。パーツ表面が全体的にうっすら濡れた感じになったら一旦塗料を吹くのをやめて次のパーツに持ち替えてください。欲張っていっぱい吹き付けると塗料が垂れてしまってもうパーツそのものがね台無しになってしまうので注意しましょう。クリア塗料が乾燥したパーツの表面ですが微妙に凹凸があり綺麗とは言えない状態になってます。この凹凸を消すために2000番と4000番のヤスリを使って中研ぎを行って表面を滑らかに仕上げていきます。ヤスリを水で濡らしてパーツの表面を滑らせるようにパーツを磨いていきます。この時はもう一切力を入れずに本当に撫でるぐらいの感じで削っていきましょう。そうしないとせっかく塗ったクリア層やデカールを削り落としてしまうので注意してください。ヤスリで磨いた箇所がきれいに艶消しになっていれば作業は完了です。一度パーツを洗浄してこの先は磨き工程の方に入っていきます。中研ぎが終わったパーツはコンパウンドで磨いて光沢を取り戻していきます。コンパウンドはタミヤの粗め、細め、仕上げめこの3段階を使いました。そして磨く際はリューターを使ってパーツを磨いていってます。動画には映していませんが中研ぎ工程の時と同様にこちらの磨き作業の方も粗め、細め、仕上げめと番手が変わるごとにパーツをしっかりと洗浄しています。また使用するリューターのビットや吹き上げに使っているクロスなんかも番手ごとに用意しています。そうしないと前の工程で出た削りカスであったりとかコンパウンドっていうのがパーツを傷つけてしまうので注意してください。すべてのパーツがこちら完成しました。成型色の色味を生かしたまま光り輝くいい感じに仕上がったんじゃないでしょうか。今回は成型色ごとに塗料の色味を変えてみたんですけども、これも個人的には大成功です。ヒートロッドもヌルテカでかっこいい感じに仕上がりました。それでは早速組み立てていきます。今回は成型色の上から塗装しているということもあってですね、普段の全塗装に比べると塗膜が薄いのか全体的に組み立て時に困ることは少なかったです。RG は他のグレードのガンプラに比べるとパーツ同士のクリアランスも少ない感じがするので塗膜の薄いランナー塗装とは相性が良かったのかもしれません。このチャンネルでも何度か RG の全塗装っていうのは制作動画を上げたことがあるんですけども、その時はですね、動画に撮ってはいないんですけど、やっぱり組み立てのタイミングでね、ダボ穴が狭くなってたりとか、逆にダボが太くなってたりとか、でパーツがね、遊びがなさすぎて、その組み立て自体が結構大変っていうことが多かったんですけども、今回はそれを感じることはまずなかったかなというような印象です。キットそのものの感想としてはですね、組み立てが難しいって感じる箇所もありませんでしたし、関節もね、やっぱり重たそうな武器を持ったりとか、背中の羽を背負ったりするっていうのもあるせいか、かなりしっかりした作りになっていて、ポージングも決めやすいんじゃないかなと思います。まずはモビルスーツ形態が完成しました。色合いといい、トゲトゲしい造形といい、めちゃめちゃかっこいいですね。羽部分にはさらにちっちゃい羽って言ったらいいんですかね。それが展開するギミックまで盛り込まれてますので、これ羽を展開するとですね、かなりボリュームアップしてかっこいい感じになります。正直塗装ハゲが怖いんですけども、せっかくなんで変形の方もやっていきましょう。RG の変形というとですね、個人的にはゼータガンダムの変形のイメージが強いんですよね。なんでできればやりたくないです。ただやってみると意外と言いますか、思った以上に簡単にできてびっくりしました。もちろんゼータガンダムとは変形技法がそもそも違うから当然じゃないかと、そう言われてしまえばそうなんですけども、
それよりも、各パーツがですね発火しなかったりとか、あとは破損しそうな強度的に不安になるような場所とか、そういう箇所が全然ないんですよね。それだけでもうガンプラの進化をめっちゃ感じて感動しました。ただ今回この一つしかね買ってないところを考えると、飾るときはやっぱりモビルスーツ形態かなと、そんな風に思っております。それでは完成品動画をご覧ください。はい、というわけで今回は RG ガンダムエピオンの制作でした。リアルグレードはパーツ分割に優れているので、今回やったようなランナー塗装をしてもゲート跡が目立たないので、手軽に全塗装してみたい方にはおすすめです。エアブラシがないよと言われる方もですね、缶スプレーでもパールクリアと呼ばれる塗料がね、いろんなメーカーさんから出てますので、そういったものを使うのも一つですし、もしくはガイアノーツのね、イージーペインターっていう調色して自分で缶スプレーを作れるみたいな道具もありますので、それを使えば今回のサクレと同じ配色で塗装できますので、ぜひぜひそちらも参考にしてみてください。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。動画を楽しんでいただけた方も、そうでない方もチャンネル登録と高評価をお願いします。感想、質問、リクエストなどありましたら、ぜひぜひコメントの方まで残していってください。また、この動画以外にも制作過程や綺麗に撮った写真などは SNS に上げてますので、そちらのチェックとフォローもよろしくお願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。アシアンでした。